系で言ってくる人はちゃんとやっぱ話聞きながら頭も回ってるし、確かに。だから大体見てれば分かるんですよ。そうすると「やります？やりません？」ってやるときに「明日でもいいですか?」とか言うばかり言うわけですよ。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、人材育成術、その他ビジネスに役立つ動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして今日のテーマは何でしょうか？はい、今日のテーマはちょっと自分がですね最近疑問に思ってることなんですけど、なんか仕事ができる人とか優秀な社員さんとかが普段よくこういう言葉言ってるなみたいな、なんか共通する口癖みたいなのがある気がしてて、っていうのも僕の上司ですごく優秀な方がいるんですけど、その人と話す時にどうすればこれもっと良くなると思うって僕に聞いてくるんですよ。その言葉がめちゃめちゃ口癖になってて、でそういう問いかけって確かに僕にも考えるきっかけを与えてくれるし、なんかこの人の口癖ってなんかすごく大きな意味があるんじゃないかなってふと思ったんですね。だからなんかそういう言葉を普段から口にしてる人って結構優秀な人、仕事できる人が多いなっていうイメージなんですけど、なんかそういう優秀な人が普段から口にする言葉みたいなのってモン社長なんか考えたことありますか？でもありますよ。あります？相対的には、はい、反応がポジティブな人かネガティブな人か、2つですよ。あ、そうですね。反応確かにそうだと思います。そうだな。例えばなんだろうな、なるほどとか、なるほどって言ったってことはなんか話を受けてなんか理解したりとか、納得したとか、なんか新しく何か見つけたとか、なんかそんな感じじゃないですか。やっぱ一つ一つのその会話からなんか学習してるんだなと思ったりとかしますし、と例えば僕が言われたらっていうと「それって目的なんですか?」とかって言われたら、ちゃんとこの人はなぜそれをやるのかとか、なぜそれをやりたいのかとか、本質的なところを見ようとしてるんだなとか、面白そうとか、楽しそうとかもそうですし、それやりましょうよみたいな、分かりました、すぐやりますとか、それこうしたらもっとこうなるんじゃないですかみたいな、こういう系で言ってくる人はちゃんとやっぱ話聞きながら頭も回ってるし、確かにポジティブですよね。で逆にやっぱダメなやつを考えると分かりやすいんですけど、ダメなやつの口癖ありますよ。あります？難しいなそれ大変そうですね。いやでも、いやだってこれは、いやでもどうせ、とかね、うちなんか言うからさ、3D 言うんじゃねえと。 3D どうせだって全部否定言葉みたいなもんですよ。でもどうせだと。確かに。であとはまあ言葉じゃなくてやっぱり僕は結構そのノンバーバルなところを見てるんですよ。非言語ですね。表情ってことですか？表情とか、まあそうですね、表情、態度、基本的にはもう視覚ですね。僕からしたら視覚の話と、なるほど。あと耳、聴覚の話ですね、どういうニュアンスで言ってるとか、どういうテンションで言ってるとかで、大体もうなんか何を言いたいか何を言ってるか顔見せたら分かりますよ。本当ですか？例えば僕はなんかボンって言いますと、こういう話があってと、こういうことを例えばじゃあやってみたいと思いますというふうに言うとするじゃないですか。で先ほど言ったようにできるやつはなるほどと、それってこういうためにやるんですよねみたいな、めっちゃ楽しそうじゃないですか、やりましょうよみたいな、すごい成果出そう、すぐやりましょうみたいな、もうなんか煮えたぎってるみたいなね。でも微妙な人は、いや社長が言うんだったらやろうかな、でもこんな感じでやるんですよ。だから大体見てれば分かるんですよ。だから僕が話しやすいのに言ってる言葉よりも受け取ってる表情とか声のニュアンスとかテンションを見て、こいつどう受け取ってるんだなみたいなのを見ますよね。それも含めてできる人は前向きな言葉と表情とか、トーンとかが前向きですよね。だから前向きに捉えてる。なるほど。それって結構大半が無意識なんですかね？無意識だと思います。無意識で発してるですね、そういう言葉を。だからまあパッと何かが出てきた時にそれをポジティブに捉えられる人なのか、要はネガティブに捉える人なのかっていうのが分かります。なるほど。こういう話があるんですか。コップに半分水が入ってます。これはどう思いますかと。これに2つあるんですね。大きくまだ半分残ってるっていう人と、もう半分しかないっていう人と、こんな話でよく研修とかでされるんですけど、
僕は別にどっちを持ってもいいと思うんですけど、でどうするかっていう時に、ポジティブな方にすぐ考えられる人がやっぱできますよ、ですぐ動きますよ。でネガティブに考えちゃう人は考えて行動しないとか結果やらないとかっていう人が多いですよ。ポジティブな人ほどすぐ動きますか？ポジティブな人がすぐ動きますね。だってやったら良くなると思ってるし、どうしたら良くなるかを、どうしたらこれがうまくいくかを考えてる。そうか。だからうまくいくと思うんだったら行動するじゃないですか。はい。例えば今ですよ、今ね、ここから10キロ1回も止まらないでマラソンしたら1億円あげますよって言われたらやること分かってるし、はい、自分でもできそうだから、はい、今行ってきますって、はいはい、でもこれが今から100キロ1回も止まらずに走れたら1億円あげますよって言われても、いや1億円までやるけど、でも100キロちょっと無理そうかな、できるかなってなるじゃないですか、そうするとやりますやりませんってやるときに明日でもいいですかとか言うばかり言うんですよ。なるほど。10キロやったら今やったらもんですよね、できますよみたいな。すぐ動くっていうのはポジティブに捉えてればすぐ動きますよね。やったらよくなると思う。でもう一個別の路線でいくと、ポジティブかネガティブかじゃなくて考え方の差で、どうそれをうまく活かせるためにはどうしたらいいのか考える人と、やっぱり本能的にいやー失敗したらどうしようかなとか、うまくいかないだろうなって考えちゃう人っているんですよ。結果ですよ、物事が全部うまくいくとは限りませんと、でも最初からちょっとうまくいかないだろうなって思っちゃう人はやっぱうまくいかないんですよ。そうですか。でやらないことがほとんど。でもどんな出来事があっても、考えた結果ダメだったとしてもうまくいかせるためにはそれでどうしたらいいんだろうなってすぐ考えられる人、この差はめちゃめちゃ大きいですよね。でもこれはでも思考の癖なんで、トレーニングすればそうなりますよね。できる人がどういう口癖かって言われたら、前向きになるほどとか、面白そう、楽しそうとか、それって目的なんですか、もっとこうしたら良くなりませんか、これよく考えてるんだと、すぐやります、やりましょうよみたいな感じが多いですね。でも僕が大事にしてるのは結構ノンバーバルなところなんで、どういう表情してるか、どういうテンションで言ってるか、トーンで言ってるかとかですぐに考え方としてどうしたらうまくいくかを考えて発言してる人かどうか、これがやっぱできる人につながるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。すごく参考になりました。このチャンネルでは組織づくり、人材育成術、その他ビジネスに役立ちそうな知識などさまざまな動画を配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後にこの動画にもいいねをつけていただけると大変嬉しいです。ありがとうございました。